こんにちは。元大手美容クリニックカウンセラー歴6年のプロビューティーカウンセラーのナインです。韓国からお届けしております。本当にありがたいことに私の視聴者さんは40代、50代、60代の方が多く、そんな年齢でも使えるおすすめコスメを教えてくださいとよく言われることが多いんですね。ただ私がご紹介しているスキンケアはそんなに年齢は気にせず使っていただけるスキンケアを多くご紹介させていただいているんですけれども、実際に私が持っているスキンケアをオンマとかにあげて、実際にねオンマが使って本当にそれからみるみるお肌が良くなったの。なので全然年齢とかは気にせず使っていただけるんですけれども、今回はナインのオンマが気に入って使っているスキンケアをね今日はご紹介させていただきたいと思います。で、簡単にオンマのプロフィールをご紹介させていただきますと、年齢は60過ぎてます。で、お肌はかなり敏感肌です。昔 SK を使った時に顔が真っ赤にやけどしちゃったぐらいすごい敏感肌になります。お肌は基本的に綺麗で毛穴とかはそんなにないんだけれども、やっぱり肌の乾燥が気になるっていうのと、あとはここら辺に結構シミがあります。庭仕事とかしてちょっと日に当たってから色の肌トーンとかもちょっと気にしていますねっていう感じで、ぜひね今回は同じような年齢層の方にはすごく参考にしていただけるかと思うので、ぜひ今日の動画楽しく視聴していただけたら嬉しいです。早速ですね、化粧水からいきたいと思います。じゃーん、ナンバーズイン3番のエッセンストナーです。これはですねかなりとろみのあるトナーになってまして、日本だとうるつや発酵トナーっていう名前でしたよね。だからこうやってね振ると泡が出るの見えるかな。こんな感じでね泡が出るの。発酵成分がそれだけしっかりと入っている結構とろみのある本当にエッセンストナーっていう感じなんですね。これはオンマがすごいいいねって言ってとっても気に入っていたトナーで、少しとろみはあるんだけれどもさっと馴染んでかなり肌馴染みはいいかと思います。香りはね少しあるタイプですね。この使用感がすごい気に入ったみたいで、あんまりやっぱり年齢的にもサラサラしてるのだと物足りないらしいんですよ。だからこのぐらいとろみのある方が、肌もしっかり潤っていいみたいで、これをジャッバにして使ってました私がケチらず塗りたくってって言ってその通りに2回3回レイヤリングして塗ってるんですけど、本当にねなんか肌ツヤが良くなって、なんか保湿をしっかりするようになってからすごい肌トーンとかも上がってました。で、なんかねやっぱこうシワとかも目立ちにくくなったし、やっぱ保湿ってすごい大事だよねっていうのはオンマの肌を見て私はすごい実感した。肌ツヤでしょ、肌のキメでしょ、で肌トーンが上がってシミとかも薄くなるの、シワも目立ちにくくなったの。保湿ってすごっていう感じですよね。私もナンバーズインの中では一番このトーナーは気に入って使ってたんだけれども、乾燥肌の方にはすごくおすすめできるアイテムです。もう一つオンマが気に入ってたのがこちらのリアルバリアのエクストリームエッセンストナー。これもねもう最近やたら私が紹介してるからちょっと聞き飽きてる感あるかなと思うんですけど、リアルバリアっていうのがバリア専門ブランドなんですよ。肌バリアを高めるのに本当にぴったりな製品で、これも結構ねナンバーズインとちょっとタイプが似てるかもって思った。こっちの方がねでももうちょっととろみあるから、オンマは多分基本的にトロトロしてる化粧品が好きみたいですね。なんだけどこれもトロトロはしているんだけれども、ベタつき感っていうのがないの。さっと馴染んでくれて、吸収した後は割とねお肌がしっとりサラサラするから、これも私も気に入っているんだけれども、オンマもこれすごいいいねって言ってすごい気に入って使っているアイテムです。で、同じくこのリアルバリアのエクストリームクリーム、これもねセットでオンマがすごい気に入ってたアイテムなんだけど、このクリームも結構こってりした感じでテクスチャーとしてはちょっと軟膏っぽいのなんだけどベタベタする感じはないから、オンマがこれ本当にすごいいいねって超気に入っていたアイテムです。今のこの結構乾燥して肌バリアがこう弱まるような季節っていうのには本当にこのセットっていうのはぴったりなアイテムかと思います。次はシミ部門ですね。シミでオンマが超気に入ってたのがこちらのアリウルです。この3セットでオンマに使ってもらってたんだけど、まあね本当にすごいジャバジャバすごい使ってました。そしたらさ本当にオンマがこれを使い始めて、私から見てもシミが薄くなってたので、これがグリーンビタミン C のトナーとアンプルとスティックなんだけど、これをね3セットでオンマにずっと使ってもらってたんだけど、これもオンマがすごい気に入ってて、もうこの3セットをライン使いしてました。でちょっとねこれはこっくりとしたテクスチャーってオンマは言ってて、さっきの2つみたいにトロトロしたテクスチャーじゃなくて、確かになんかこっくりとしたテクスチャーかなっていう感じです。香りはね結構
構なんかビタミン C ってさ、ツナ缶だったりとか鉄っぽい匂いするもの多いけど、これはシトラスの香りだから、私はね結構この香りも好きだし、オンマもこの香り好きって言ってました。ちょっと香りがあるものが苦手な方にはおすすめできないかもしれません。で、結構ビタミン C とかって刺激が強く感じたりするもの多いと思うんですよ。だけどこのアリウルの特徴がカカトゥプラム成分って言って自然由来成分が入っているから、刺激を抑えつつなおかつ効果もしっかりとぐんと引き上げたような製品になってるの。だからこれが7日間でシミが消えるっていうね、そういうタイトルでこう宣伝して売っている製品なんだけど、オンマに7日間でまさかシミは消えないよねって言ったら、あ、でも本当に7日間で薄くなったよって言ってて、確かに私から見てもシミは薄くなってるんですよ。私がオンマの肌を見て本当にシミが薄くなってたから、これは本当にシミが気になってる方にはぜひぜひ使っていただきたいアイテムです。で、おすすめはこのスティックを冷蔵庫に入れていただくと、このスティックがひんやりしてからすんごい気持ちいいの。で、このスティックもね、普通のスティックより結構ね大きいのよ。面が大きいから顔全体的に使えて、あと首とかにも使えるからすごく使いやすくて、これはお姉ちゃんもすごい気に入ってました。じゃあもう一つこちらですね、セリマックス中毛ハートリーフ BHA ピーリングパッドです。これはトナーパッド部門でオンマがすごい気に入っているパッドで、ガーゼ面とエンボス面の2面があるんですね。で、このガーゼ面でくる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 やって、最後にこのエンボス面で全体的なキメを整えていただくだけなんですけど、これがすごい肌がツルツルになって、オンマもすっごい気に入っていたアイテム。いろんなトナーパッドオンマにあげてるけど、ダントツでこのセリマックス気に入ってるみたいです。で、結構そのトナーパッドって敏感肌で心配っていう方も多いんですけど、オンマもねすごい敏感肌だし、こう赤みが出ちゃうような肌だけど、そんなオンマでも全然大丈夫だったの。さらにはそのトナーパッドってあんまり必要性がわからないっていう方も多いんですけど、トナーパッドって本当に使った方がいい。韓国では本当オリーブヤングとかに行くと、もうトナーパッドだけで100個ぐらいあるんじゃないかっていうぐらいバーっていろんな種類が売ってて、韓国のスキンケアでトナーパッドって本当に欠かせないステップの一つなんですね。日本ってさ、あんまりトナーパッドって売られてないし、私見たことないなって思うので、なんでそんなにトナーパッドが必要かっていうと、お肌ってこう古い角質があるじゃないですか。28日周期でお肌ってこう生まれ変わっていくんだけど、そのターンオーバーが乱れることでどんどんこう古い角質が溜まって熱くなっていくんですね。じゃあ熱くなるとどうなるかっていうと、肌トラブルにつながったりとか、シミがなかなか排出されなかったりとか、あとはその上からどんなにいいスキンケアを塗ってもなかなか吸収されなかったり、化粧のりが悪いとか、そういういろいろな原因につながるんですよ。だから皮膚科とかでもよくピーリングとかやったりすると思うんですけど、自宅で簡単にそのピーリングケアができるのがこのトナーパッドなんですね。だからこういうトナーパッドとかでまず肌のキメを整えてからスキンケアをすることによって、普段のスキンケア吸収率がぐーんと高まるし、なおかつファンデーションのノリもめちゃめちゃ良くなるし、肌荒れも予防できるし、皆さんのよく気になってるシミとかも排出されやすくなるし、毛穴とかにも効果的なんですね。だからトナーパッドってもうこの1個だけで本当にいろいろな効果を得られるので、ぜひねトナーパッドは皆さんのスキンケアのステップの一つに取り入れていってほしいです。で、視聴者さんもね、私の動画を見てトナーパッド使ったら本当にすごい肌がツルツルになりましたってね、喜びのお声をたくさんいただいているので、ぜひまだチャレンジしたことないっていう方は使ってみてください。次は日焼け止め部門ですね。じゃーん、ドクター G グリーンマイルドアップサンプラスです。オンマが本当にすごい敏感肌じゃないで SK を使い始めてから、オンマ曰くなんかファンデーションとか日焼け止めとか使うとすぐこう皮がむけちゃうし、肌に赤みが出ちゃうなって。で、私もいつもその悩んでる姿を見てたし、本当にね、この眉毛のあたりとかすごい真っ赤になっちゃうの。皮とかもいつも鼻周りとかボロボロになっちゃって、なんだろうねみたいに言ってたわけよ。多分やっぱファンデーションに入ってる成分とか、ほんと日焼け止め塗っただけでもそうなっちゃうから、それで私がさ、動画で日焼け止めには散乱剤と吸収剤があるんだよっていうお話をしたじゃないですか。敏感肌は散乱剤の方がいいんだよっていうお話をしたと思うんですけど、その動画を見てね、オンマも散乱剤を使うようになったの。そしたら本当に散乱剤を使うようになって、肌に赤みも出ないし、皮がボロボロむけることもなくなったんだって。それで、本当に今までそれだったんだみたいなことを言ってて、なので同じくちょっとこう日焼け止めで赤くなっちゃうとか皮がむけちゃうっていう方にはぜひ散乱剤がおすすめで、ね、オンマにもこのドクター G を使ってもらってるんだけど、ドクター G ってドクターズコスメじゃないですか。だから敏感肌に本当にぴったりなので、なおかつこの散乱剤って肌には優しいんだけど、デメリットで言うとこの紫外線カット効果が高く
くできなかったりするんですね。だけどこれは SPF50 プラスの PA4 プラスだから紫外線カット効果もしっかりあるの。あとは散乱剤の悩みって結構白浮きするタイプのものが多いんですよ、伸びが悪くて。なんだけどこれは伸びもいいし白浮きもそんなに目立たない程度だからこう顔が真っ白になっちゃうこともないし、割とこう普段使いやすいような製品になっています。なので敏感肌さんでちょっと悩んでる方にはこちらの日焼け止めがおすすめです。あと最近ね、オンマから良かったって報告受けたのがこちら、アイレノールですね。アイレノールはこのコンシーラーとアイクリームが一緒に合わさったような製品で、なんかこれのね、サンプルをオンマにあげたの。私がさ、動画の中でこれでベースメイクを仕上げた動画があったじゃないですか。で、オンマがサンプルを使おうとした時にビチャっていっぱい出ちゃったんだって。だからそれを動画と同じく顔全体的に伸ばしたらすごい綺麗になってメイクがよれることもないし、自然な綺麗なベースメイクが完成してこれすごい良かったって言ってたの。だからいいでしょって言って、なので結構さ、こう目の下って小じわができやすかったりとか、頑張ってクマを隠すとコンシーラーもどんどん厚くなるからよれやすかったりとか、まあ最初は良くても時間が経ってくるとこうパサパサしちゃうとか、そういう悩み持ってる方すごく多いと思うんですね。で、そんな方にアイクリームコンシーラーっていうのは本当におすすめなの。アイクリームとコンシーラーがいい具合にね、こう組み合わさってるので、こう薄くカバーもしつつ保湿までしっかりとしてくれるので、時間が経ってこうパサパサしたりとかシワが目立ってくるっていうことがないんですよ。で、例えば目の下だけじゃなくてほうれい線に使うこともできるので、ほうれい線にこうシワが寄ってこうファンデーションが溜まっちゃうっていう、そういう悩みの方にもすごくおすすめです。だからこれだけで目の下だけではなくて顔全体的にベースメイクを完成することができるので、ぜひね、ちょっと小じわとかで悩んでるっていう方とか、すぐ乾燥しちゃうんですっていう方には使ってみていただきたいです。ホーマはね、結構カバー力もしっかりあってよかったって言ってました。ただその普通のコンシーラーみたいにすんごいカバー力が高い製品ではないので、もしクマがすごい濃いですっていう方はちょっと物足りなく感じちゃうかなとは思うので、そういう時はコンシーラーと混ぜて使うとよりカバー力がアップするので、そういった感じで使ってみてください。次はですね、パウダー部門、スックオイルリッチグロールースパウダーです。はい、これは私のベスコスルースパウダーなんですけれども、オンマもなんかいいパウダーないかなって探してて、オンマにこれがいいよって言って、オンマもね、デパートに行って買ったんだけれども、すごい気に入っていた製品になります。私はパウダーはもう絶対デパコス派。まあ韓国のも悪くはないんだけれども、やっぱこれはデパコス譲れないっていう感じ、私はね。で、このスックの何がいいかって、結構さ、パウダーってすごいパサパサして乾燥しちゃうものが多いと思うんですよ。なんですけど、これはオイルリッチグローっていう名前の通りオイル成分が入っているのだから、こうパウダーでパサパサしないんですよね。だからこの冬の時期にすごいぴったり。夏はね、私はナーズのルースパウダーなんだけど、冬は必ずこのスックのパウダーを使ってます。本当に乾燥しないし、めっちゃ肌が綺麗になるので、ちょっと乾燥で悩んでいるっていう方にはぜひ使ってほしいです。はい、ということでですね、今日はナインオンマの愛用品をご紹介させていただきました。ぜひ同じような年代の方とか、あとは自分のお母さんとかにおすすめする商品としてご参考にしていただけたら嬉しいです。また、こういう動画見たいですとかあれば、じゃんじゃんリクエストいただけたら嬉しいです。皆さんの愛用コスメとかもぜひ教えてください。購入先はすべて概要欄に載せておきますので、ぜひそちらからチェックお願いします。ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローお願いします。그럼 우린 다음에 만나요. 안녕.